前回までのオラオラジオ、早速ゲストを紹介。クロスファイヤーハリケーンスペシャル。先日盛大な打ち上げが行われました。その時起きたことをありのまま話してもらいますよ、ありのままにね。テーマはメイテイねホテルシャングリラ、スペシャルゲストがいらっしゃったじゃないですか。荒木博彦先生。イエーイ先生は犬はあんまりお好きではないんですか？ちょっとそんなことないですよ。ジョジョの奇妙なスターダストクルセンド、オラオラジオ。この番組は荒木博彦先生原作のテレビアニメジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースのラジオである。パーソナリティは空城城太郎役の小野大輔でお届けする。ストーリー、2015年日本。ジョースター家の血を引く青年空城城太郎を演じる小野大輔はスターダストクルセイダースを終えた喪失感に取りつかれていた。アニメ終了によって倒れたファンを救い、喪失感を克服するため数々のゲストスタンド使いたちを撃破し、10月のイベントザ・ラストクルセイダースに向けて小野大輔の旅は続く。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りします。Go West。改めまして空城城太郎役の小野大輔です。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースのラジオ第32回です。前回はですね、三宅アブドゥル健太氏をお迎えしてですね、別名メイテイというその称号をですね前回獲得したわけなんですけれども、打ち上げの話をたっぷりしました。アニメの方はちゃんと旅を終えてですね終わったよということで一つの区切りがついたわけなんですけれども、まだまだそのジョジョの奇妙な冒険のその好きだっていう気持ち、関わった人の愛情っていうのはもう深まるばかりという感じですね。終わってないんだよまだ。そうこの、配信のタイミングで言うとですね、アニサマが終わったばかりというところでですね、アニサマでジョースターズがね登場したということを僕は伺っておりますよ。はい。いやほんとねすげえ見に行きたくって、ある日ねそんな話をうちの弊社マネージャーとしてたら、小野さんこれどうぞって渡されてT シャツ渡されたんですね。そうで今日今着てるんですけど、はい、これ超かっこいいこれなんすかこれ。それはですね、ジョースターズの事務所からですね、ぜひ小野さんにどうぞということで、いうふうに送っていただいたんですよ。いつの間に作ってたんですかこれ。これですか、はい、これはですね、アニサマで、せっかくジョースターズ3人で歌うので、何かやっぱりグッズを作って、みんなに喜んでもらいたいなみたいな話があり、ジョースターズの事務所の方を通じてじゃなくて彼らで作っていただいて、アニサマでそこで販売してたイベント限定グッズでございます。アニサマでしか手に入らない。アニサマでしか手に入らなかったんじゃないかなと思うんですけど、他で売ってないんで。そうですよね。そう見たことジョータロウとあとジョセフとジョナサン3人です。アンソロジーソングの時の3人でそれぞれ1枚ずつ。そのビジュアルのやつ。そうですそうです。じゃあアニサマにジョジョを見たくて、ジョジョ出てくるだろうなって、ジョースターズ見たいなと思って見に行った人は、この T シャツもゲットしていると。はいっていうふうにもうここまで喋ってる人の僕が誰だかみんな分かんないと思うんですが今日のゲストとはちょっと違うんですが、フラッと迷い込んできたジョジョ好きおじさんでございます。ジョジョ好きおじさんです、今回のゲストジョジョ好きおじさんです。ワーナーの人ですよね早いですね。ワーナーでプロデューサーやってます大森と申します。もう言ったでもアニサマ、本当に大盛り上がりだった。行ってきましたっていうか、みんなとやってまいりました。そうですよね、だって行ってまいりましたっていうか見に行く人じゃなくて関係者ですもんね。やってます、はい。毎回いろいろちょっとテーマ考えてるんですけど、今回のテーマは、
舞台劇みたいな感じで、舞台劇行かれた方は分かると思うんですけど、うん本人たち MC ないんですよ。おー普通はさあ皆さん聞いてください、次はとかあるじゃないですか、うんうんうんなし。ずっとじゃあもうなんて言うんでしょうね、世界に入り込んで、それだとなんか歌ってるだけでなんかつなぎも何もないじゃないですか、うんうんうんだから間で入ってくるのは、大川さんのナレーション。大川さんが前の年はねちょっとやってもらったりとかしたじゃないですか。僕もね曲紹介やらせてもらって丈太郎にいやー紹介してもらってみたいな。今回は大川さんがストーリーを語るっていうことで、うん本人たち喋るんではなくて、それぞれでそれぞれの場面を、まあそうですね歌いつつも演じていくみたいな。で1部2部3部、トミーさん幸田さん仁さんってつないでって最後その地の記憶、その地の曲エンド・オブ・ザ・ワールド。もうどうなることだろうみたいな、MC なしって言い切っちゃったけど本当良かったんだろうかっていうのもあったんこれはもうねですけど、僕DVD を自腹で普通に買います自腹でなくても送るんじゃないかな僕。いやまあそんなわけでですねそうだまあ兄様の話もね尽きないんですけれども、今回ジョジョ好きおじさんだけじゃないんですよ、僕ではないですメインは。僕は取り入れてすごいゲストさんが来てくれています。お待たせしました。早速ご紹介しましょう。この方です。演出の副島と言います。よろしくお願いします。わーい。演出の副島康美さんに来ていただいております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。演出なんですか、副島さん。一応その職業としては、演出とあとアートディレクターっていうことをやってまして、アートディレクター、はい、アニメーションでもうんうん何本かアートディレクターっていう肩書きであったり、まあ、んジョジョの場合はうん1部2部で、うんまあ、ビジュアルディレクターという形ではあったんですけど、他そのパッケージとか、はいイベント関係とかポスターとか、まあ、ちょっと雑食でいろいろやってまして何でもやってみたいっていう時期が結構長くてですね未だに続いてて問題が結構いろいろあるんですけどいまだに、はい未だに思春期みたいな。まあそうですね。いろんなことやりたいんだはい俺はなかなかつって子供が抜けなくて、困ってるんですけど。いや素敵ですよ。はい副島さんの、ジョジョのアニメ内での肩書き、はいこちらの多さナンバーワンかもしれませんということでですね、はいまとめてくれました。ちょっとこれ紹介したいと思います。なんかすいません。まずですね、ウェブサイトの方ではジョジョのウェブサイトではビジュアルディレクター、はい肩書きが書かれていると、はいで一部オープニングでの表示は、美術設定、はいそしてビジュアルディレクター、はいこの2つが書かはいれていると、でエンディングはいは原画 3DCGI はいエンディングアニメーションはい演出はい。こうまあ演出だけでいいとかいろいろ話はしたんですけど、なんか丁寧に乗っけてくれたみたいです。はいはい。すごいですよねこれ。いえでどんどんいきますね。2部オープニングは美術設定ビジュアルディレクター、はい2部エンディングは原画エンディングアニメーション絵コンテ演出、はいスターダストクルセイダースに入りますとオープニングから美術設定はいはいはい変化していると、はいでスターダストクルセイダースはエンディングアニメーション絵コンテ演出はいエジプト編はオープニング美術設定、エジプト編エンディングのエンディングアニメーション絵コンテ演出色指定、演出補佐27話エンディングはオインゴボインゴエンディングアニメーション絵コンテ演出36、37話エンディングホールホースボインゴエンディングアニメーション絵コンテ。どんだけ食べちゃうんですか。なんかあんまこう出すとなんかスタッフの数が少ないみたいですよね。なんかそんなことはないですけどね、膨大な量で。でもこの中でも入ってないやつあるんじゃないですか、まだ。いや結構まあ拾ってはもらってはいるんですけど、はい正直ちょっとあんまりあれもこれもやりましたってなっちゃってるんであれなんですけど、やるのもちょっとなんかこっぱずかしいというか、あんまり美しくないなっていう感じはありました。恥ずかしい感じではあるんですけど。でその先ほどね登場の時に名乗ってくださったその演出っていうのがやっぱりもう肩書きとしては一言で言うとってとこですかね。どちらかというとそうでありたいという部分も、強くありまして、もともとはそうですねちょっと入った話ではあるんですが、1部2部の時は全く、演出といってもエンディングはやってましたが、ほとんど本編はやってなかったので、3部に関してはようやくその本編の方で、絵コンテであったり、演出をやらせていただけるという話だったので、なるだけこう演出っていう名前でを軸に仕事をしていきたいなと思ってます。面白い。でもそんな人なかなかいないですよね。そういうふうにお願いするデビッド・
トプロダクションの制作陣もすごいなみたいな、あこれもあれもやってくださいもあるんだけども、絵コンテもやってもらえませんかみたいな話をやっぱりちゃんとお話しされてるんですよね。そうですね。大体はやっぱり他のなんか異質な血を入れたい場合は、自分が借り出されてきて、で、話し合いに参加し作品をガチンコで巧みに作ろうとしてる人たちに、違う水を浴びせかけて、冷ややかな目をされたりとかなんでそういうことをやろうとするかな。カロリー高いのね分かるんですよ、もうコンテの段階で。すでにそこでコンテを見て、この話数副島さんなんだみたいな、話数言っていいですか、呪いのデーボとか。そう、呪いのデーボがね最初のその演出ですか、がっつり関わったところになるんですね。監督 OK のコンテですよって言って見せてもらって、パッと見た時にうわ大変そうみたいなレイアウトが大変そうみたいな、そしてここってなんかいろいろ指示が書いてあるみたいな。いやもう本当にコンテを上げて監督にお渡しして演出の打ち合わせというのをやるんですけど、その時にも書いたんでいいんですけど大変ですが頑張ってくださいって言われてそのまんまじゃないですか津田さんもね、津田さん、その監督じゃなくてディレクターですよって言ってて、上に立ってるってよりはみんなと一緒にこういろんなスタッフさんたちと作ってる感覚っていうのをおっしゃってたんですけど、割とだから無茶ぶりをしてるんですよね、いろんな人に。そして、副島さんもまたいろんな方にそうですね、無茶は伝播するというか、よりこう波が大きくなっていくというかきっとだから好きだからでしょうね、それってね、そのジョジョって作品。いや本当にいろんなスタッフの方、自分も含めてかなり愛に支えられてる部分が多くて、いや普通他の作品だったらなかなかここまでやってくれないなっていうことまでやっていただけたりとか、そこに救われることは本当に多かった。確かに深いですよね。そうですね、深いし、そこまでやるのみたいな、そこでその監督業ってすごい大変だなと思ったのは、愛が深すぎるがゆえに、場合によってはそれが、自分も含めて暴走する場合もあるわけですよねちょっと分かる気がする、ちょっと暴走例をこじらせるってやつだ、暴走例ですか。暴走例を一つ言いますと、エンディングやらせていただいてるんですけど、これがですね、もう終わった話なんでいいんですけど、一番最初の、エジプシャンのエンディングなんですけど、あれ曲聴いてやっぱりダンスミュージックっていうか、そういう印象も強かったんで、キャラクターにキャットダンスを踊らせて砂漠でジョジョポーズをつないでって踊るってやつを、割とそのダンサーの振り付けの先生とかデザインやられてる方を何人かしてたんで、お願いして作ってキャラクターにやらせたいっつってコンテ渡したら、絶対ダメだって言われてそんなこと考えてたんだ、一番最初の方。そうですね、あとはなんか割とそのファッションショーの要領でキャラクターがこう格好つけて歩いてきて、ポーズを決めて、昔のなんていうシルエットでこうトランジションというかこう映像をつないでいくみたいな感じのやつも考えてはみたんですけど、割とそのアイディアはエジプシャンの今のコンテに反映はしてるんですけどね。ただやっぱり結構そういう無茶な暴走をすることがあって、やっぱ俺のそのジョジョに対するアプローチはこうだよっていうのがあまりに強すぎるとこう、ちょっとこう収まりきれないっていう部分が今の話聞いてると小野さんね、副島さんがいやそこのところは弾いたんだよみたいな話聞こえるじゃないですか。全然弾いてないですからねこの人。ガンガン後半のじゃあバッドメッセージのエンディングのアニメーションとか覚えてるでしょ。あれ背景とか見たらずーっとスライドして一枚絵ですからね。エンディングね、あれそれに関してね、これ来てるんです。実は、これ読みたいと思います。スタンド名きなこ。小野さん、副島さん、ジョジョ好きおじさん、こんばんは。こんばんは予想してたのかな。いや今のは僕が出しました、いつも楽しく聞かせてもらっています。副島さんにどうしても聞きたいことがあり初めてメールを送る決心をしました、エジプト編のエンディング映像はラストトレインホームという曲名に沿った旅の終わりを感じさせるものとなっていて本当に大好きです。その中でジョースター一行が電車に乗っているシーンで歌教員が手に持っている本のタイトルをよく見てみるとゴールデンウィンドウ、つまり黄金の風と書かれているのです。どういう意図でこのようなシーンを書かれたのかが気になって夜も眠れません。この他にも何かエンディングの演出について裏話などございましたらお聞きしたいですということで、ラストトレインホームのエンディング映像について来てますよ。これ僕気づかなかったんです。そうですね、じゃあそこからお話しすると、いやもともと
ちょっと遡って1部2部からになるんですけど、その時からこの作品の、コンセプトとしてアニメ化する上でのコンセプトとしてどういうアプローチをするかっていうことが、一つ、自分の所属する、デビットプロダクションの中で話し合われたわけですね。でその中でやっぱりそのストレンジさ、その奇妙さって奇妙さっていうのがあるフィルムで、あればっていうことと含めて、もう一つが人間参加だったんですよ。あ、出た。はい、そうで人間参加でそれがその出てると、ひたすらこう前に進む、敵も味方も生きることに必死であるっていう部分の表現というか、演出であったりとかっていう部分をどうするか。でそれでいうと結局その黄金の風につながるものってまさに人間参加というか、なんで風はどこから吹き始めたかっていう部分において、なるほど。だって最後砂漠の絵に切り替わった時に風吹いてますもんね。そうですね、で結局そのディオとのやり取り、確執とか1部2部3部がなければ、当然その後に出てくるジョパーナであったりとかにはつながっていかないわけであって、そうですね、本当だ。やっぱそれはやっぱどこかで切りたくなかったっていうのはあるんですね。そのアニメ自体がそのどこまでかっていうことはもうさておくとしても、その物語自体は続いてるんだよっていう印象をやっぱり持ちたかったというか、あとはその結局歌教員自体は死んじゃうわけじゃないですか。で死んじゃうわけなんですけれども、結局その精神的なものっていうのはどこか続いていくっていうような、つながっていく、継承されていくっていう、一応そんなようなことを伝わるかどうか分かんないけどなと思いながら、一応絵には込めてみたという感じ。そうですね、亡くなってしまう歌教員がそれを持っていることってものすごい意味が強いですね。しかも彼は自分の命を投げ打って伝えたわけですからね。あまり言うとこう若干うさんくさいんですけど、いやこれすごいわ。結局だからエンディングでほとんどキャラクター止めてってるんですけど、その本に付随して、最後光があふれるところに歌教員が窓際にいて立ってて、で彼だけがなびいて動いてるんですね。で一応ちょっとそういう風につなげては見てるんです。すごい。いろんなことが込められてるんですね、エンディング。これもう一つ来てるんでちょっと読みたいと思います。3度目、アールデコ。エンディングを担当された副島康美さんに聞きたいのは、エジプト編のエンディングで川が流れているシーンがあるのですが、川の対岸、画面の右側にいるのがアブドゥル、イギー、歌教員、つまり旅の途中で命を落とすということを表現されてるんじゃないかということ、そしてこれみたいに他にもメッセージがあったんじゃないかということです。オープニングにも並々ならぬ思いが散りばめられておりましたが、エンディングにかける思い語ってもらえますでしょうかという、もうまさしくピンポイントなものが来ております。川、対岸とですね、それは結構意図して入れたものなんですよね。ただ結局前のキャットダンスの話じゃないですけど、最初はそうごめんなさい、キャットダンスの時も別の要素もあって、歌教員のレロレロだったりとか、ピシガシグッグだったりとか、そういう本編のやつをダンシブルに入れてってたんですよ。ただそうすると要は本編の早出しというか、そのなんていうかネタバラシになりすぎるんで、ダメだっていうこと言われてて、確かにそうだなっていう思うところもあって、でなんで多分上和さんのオープニングも微妙にやっぱりこう隠しいってると思うんです。そうですね。でもちょっとずつ散りばめてるって感じですね。でエピソードが終わったら丁寧にこう差し替えるみたいな感じでやられたと、それがすごいなとは思うんですけど、それで言うと結局川で分かつ生死っていうのはもうネタバレはネタバレなので、津田さんにこれダメだって言われるかなと思ったらそれって通っちゃったんで、なるだけあんまり恣意的に見えすぎないようにしようというかは心がけては見たつもりなんですけど、結局ですね、これ川の向こう側が確かに最終的になくなってしまう側で、ポルナレフは死にかけてギリギリで助かったので、ようやく渡りきったところにいるという感じにしてるつもりなんですね。で最初見た時ね、本当ね、これ見た時泣きそうになったんですよ。ありがとうございます。で思ったんですよ、やりやがったなこいつと思って。ありがとうございます。やらせていただきましたどうでもいいんですけど、3部のジョセフにすごく似てるんです。いやありがとうございます。今日のそんな申し訳ないです。やっちゃったんですね。そうですね。それで
アブドゥルの炎は、はいあれなマジシャンズレッドの炎なんですよ。だから、うん水には映ってないんですね。でスタンドってまあ要は、まあ、最初にユーハモンって呼んでて、まあ、そのいわゆるそうでしたねかすかなというその幽霊の幽がついてるじゃないですか、はいだからそのいわゆるこの世のあらぬものっていうのにアブドゥルが向かってて、で、それをみんな見つめてたりもしてるんですけど、水には分かんないんですけど月が映ってて、でまあこれどうなのかな、月はちょっとまあちょっとイスラムの表現上三日月がちょっと難しいって話があって若干ボケちゃったんですけど、まあ月っていうのがそういうこうなんか生と死を分かつというか、死を司ったり命を与えたりするっていうようなエジプトの神様の言い伝えがあるらしいんですよ、ナイトミュージアムかなんかで同じようなネタで扱ってましたけど、はい、そこも込められてるんですか。まあ、一応入れては見てるんで聞いたらすごいわ。どんどん出てくる、すごっ。でもしかもアブドゥルの炎って本にも言ってもその始まりですよね。つまり炎って人の、そうですね、はい、生命の始まりみたいな、でスタンドの最初っていう最初のスタンドですから、いやすごいなんかいろんな二重三重多重にこう意味が入れられてたってことですよね。そうですね。それね、副島さん来ていただいてよかったです。言わないとみんな気づいてない。いや大体はもう自己満足で入れるだけなんですよ。ちょっと自己満足でエンディングいやもうそれは1、2分の時からそうなんですけど。そうなんだ。はい。これでみんなね、今日ねエンディングもう一回両方見直す人多いですよ。見ますね、確実に。というか小野さん見ちゃうでしょ。見ますね。でしょ、確実に見る。このね、そう今ねちょっと長田さんが出してくれて見てるんですけど、このラジオねやってる最中も、まあ最初のそのポップなそのラッキーランドって入ってるあの辺りの色合いもすごい僕好きなんです実は、あそこから始まってって車内にこうカメラがこう引いてきてというか、中に入ってきてってところから色合いがやっぱどんどん変わっていくじゃないですか。で、まあ、夜なのか緑がかった、独特の色合いになるじゃないですか。そうですね、時間の経過を出したかったんですよね。実際彼らが、まあ、時間の経過でいうと2つ入れたいことがあって、まあ、1つは、まあ、ずっと時間がこうぐるぐるそのありえない時間がこう経過しているっていうので、まあ、いわゆるそのこう、まあ、時の流れとか、まあ、血筋がこう受け継がれていくっていうのも時の流れだし、まあ、ディオなんてもうまさに時の流れの話であるし、そうですね。そっか、時間の経過っていうのをそっかこのエンディングの1枚の中にもそうですね、込めているつもりはそして最後の写真そうですね、まあやっぱ後につなげたいなっていう思いは監督も一緒なんだったので、すごい。わ、もう聞けば聞くほどいろんなことが出てくる。これもうねみんなね今見てますよきっと、今聞きながら見返してますきっと。じゃあこれいきます。スタンド目幕の内弁当とミルクティー。まあいいや小野さん、副島さん、素敵なアニメをどうもありがとうございました。ジョジョ好きおじさんもね立ちました今ジョジョのアニメはどこを切り取っても素晴らしい出来ですが、その魅力の一つは背景の美術だと思っております。序盤の空情景で純和風の空気感を強調したのに始まり、色鮮やかなタイガーバームガーデン、土ぼこりの気配と薄汚れた壁紙が印象的なインド、古代の文明と現代建築が混在するエジプトなどなど挙げればキリがありません。漫画で描かれた荒木ワールドから逸脱することなく、ジョースターエジプトツアーご一行様が旅した諸外国の雰囲気を体感させていただき本当にありがとうございます。副島さんをはじめとした美術スタッフの皆さん、全48話の長い道のり本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。いただいております。背景美術について、タイガーバームガーデン、ちょっとネットで拝見させていただいたんですけれども、インタビューでもちょっと語られているところです。まあ、大体こういうビジュアルだとこっちに来るなるほどね、ややこしいやつね、でちょっとカーってなんかこうなんていうんでしょうね、鮮やかな熱量が強すぎるというか、暑苦しいというか、こういうのは大体こっちに来るんです。いや僕ねこれ不思議だったのが、僕も読んでて行きたいなと思って、タイガーバームガーデンで香港行った時に、行こうと思って調べたら、閉園してたんですね。そうですね、ないんですよね。
今はないものをどうやってこうやって構築してったのかっていうのがすごい実はまあ昔の写真資料とかを元にっていうのはありますけれども、はい、基本はやっぱ荒木先生の原作あるので、うん原作見ると、タイガーバームガーデンにないものがいろいろ転がってるんですけど、それはやっぱりそれを足さないとジョジョのタイガーバームガーデンにはならないので、そうですね、ジョジョのですもんね、それを入れつつ、実際はタイガーバーム自体は小野さんおっしゃる通り閉じてまして、もう中のものとかも切り売りされてる状態だったりとかしてて、原型をとどめてないはずなんですけど、一応それがジョジョの中で、ポルナレフの登場のところで出てくるというところで、ポルナレフの異質な怖さみたいなのを強調する意味合いで、ストレンジな空間をいろいろ出せればいいかなと思ってます。ストレンジっていうその言葉がぴったりくる話数ですもんね、ここって、飛ぶとことかね。いやそうですね、表現もそれでもう結局これ一人の確か男の人が趣味で作り上げたやつなんですよね、確か、このタイガーバームガーデンってそうなんですよね。お金持ちがタイガーバームで富を得てこれを作ったんですよね、確か。なんで割とそのなんていうかこう悪みたいなものが消えないようにやってみてるつもりなんですよね。ただどこにどの彫像があったりとか、そのモニュメントがあったりするか、作品の中でそのいろんなたくさんの美術背景を描かないといけない仕事をやられてる方からすると、その非常に分かりづらい場所なんですよ。家の中とかだと入り口入って正面にテーブルがあって、でその奥に水槽があってとかっていうのは分かりやすいんですけど、変なものがたくさん並んでてうにょうにょとした形なんで、もうどこに何があるか分からないという話になりまして、でそれを逐次絵コンテのこの1カット1カットどこに何がありますっていうのを説明を、演出鈴木さんがやられたんですけど、鈴木健一さんがやられたんですけれども、それをこう写真資料と美術設定で示していって、で最終的には自分の方に原図といってその美術さんに描くための線画の背景の絵が全部回ってきまして、でそれを全部手入れて出したみたいな感じっていう、でもやっぱこうやって改めてちょっと画像今見てるんですけど、その立ってる場所とか、その角度が変わった時にどう見えるかっていうのが、その緻密に計算されてるっていうのが確かによくわかるんですよね。こういうありがとうございます。こうだったんだって、だから漫画で見てた時に感じてたことがやっぱり立体的にまた感じられるんですよね。こういう場所だったんだっていうのが改めてわかるというか。そうですね、一番最初にその階段の上に戦う場所があって、まず入り口入って入り口に印象的なモニュメントがあり、くの字の階段を上っていくと、上に、広場があってそこで戦うっていう、基本的なその舞台の構築みたいなのがあって、そこに肉付けとしてその、戦う時にこういうのが画面に見えるとかっこいいよねとか、ここは奇妙に見せたいからここには奇妙なものを並べておこうというのをある程度考えながらやってみたりとか、あとアブデルが、彫像を刻んだりします。刻ませるのか、チャリオットに刻ましたりしますよね。そのための彫像をどれにするのかとかそういうとこまで、もう当然その辺もちょっと考えないと、演出できないっていう話に当然なってしまうので、そこを考えつつっていう感じ。このベースをじゃあ副島さんが、自分とその、鈴木さんと話をしたり、当然津田監督の話もいただきながらっていう感じ。基本じゃあその熱量高くてややこしい回っていうか、そうですね、その辺をストレンジな回を割と担当されているということですね、これは。そうなりますね。なんか先ほどねちょっとお聞きした打ち合わせの時にお聞きしたのをちょっと上げていくと、ザ・サン戦、もう副島さん、そうですね、そしてアブドゥル復活、ジャッジメントか、の根底ですね。そしてアレッシー戦の後半ですね。つまりあれですね、子供の丈太郎ですね。子供の丈太郎にオラオラされて吹っ飛ぶ話ですね。オラオラもじゃあ副島さん、書いたのとてもうまい原画さんではあるんですけど、今ねちょっと並べてって言って分かったんですけど、割とポルナレフですね。そうなんですよ。ポルナレフ話がデビルからずっと8話から続いてまして、なんか格段愛着が湧く感じでは。ポルナレフの回ってだから突飛なというか、そうですね、奇妙なお話が多いんでしょうね。なんか各自キャラクターやっぱいろんな性格あるのであれですけど、なんかあれですね、荒木先生も動かしやすそうなキャラだったような印象があって、ポルナレフがそうですね、3枚目も2枚目もできるし、
もういろんなとこに行くし、ギャグ的にやられてもくれればかっこよく決めてもくれるしって、こうなんかいろいろと使い勝手がいいというか、使い勝手がいいというとあれですけど、幅があるキャラクターで魅力的ですよね。そうですよね、緻密な計算と、その大胆さと熱量っていうところがこう相まってる感じがありますね、やっぱね、副島さんのその仕事って。といっても結局監督がちゃんと大きいとかまとめてくださってるので、我々のようなこう演出が、やんちゃをやれるというやんちゃをねするとね、あと大変だったりするんですよ。もう一部からずっと入ってもらってるじゃないですか。で最初は作品設計みたいなフィルムの色合いの設計とかで、特色カットとかって、あれを一緒に構築されたのってやっぱり副島さんがリードしてやられてるんですが、あれ大変で、撮影が終わるまで分からなくて、撮影してこれでいいだろうって上がってみて繋いだら、これちょっと特色この話数多すぎだって言って再撮影だって200カット以上やるとかね。200カットって半分以上じゃん。それ最初の方の話数ですごい怒られたんですよ。いや本当にだから手探りいやでも確かに編集で繋がらないと分かんないじゃないですか、最終的には前後の繋がりとか。確かに攻め込んでやった結果そういう風になってるみたいな。じゃあ引くのかって引かないみたいな。引かないというのは別にわがままで引かないんじゃないんですけどね。色合いとかってずっと3部でも続いて出てるじゃないですか。ああいう色合いを出していった張本人の中核っていうかねが今目の前にいらっしゃる。いやそんな、基本的には監督と話しながら進めさせてはいただいたんですけど、でも本当お話聞いてると、全てのセクションの人がやっぱり自分のこの仕事、自分の思いでやったっていうよりは、自分の思いを他の人がこう賛同してくれて協力してくれていろんな意見くれて、みんなで作ったよっていうのを必ず言うんですよね、スタッフさんたちが。積み上げは多いですよ、みんなで、積んでいくみたいな。積んでいく。誰かが勝負したら、じゃあ俺もうちょっと積むよみたいな感じで、じゃあ俺もっつって。そうそんな感じですよね。だからどんどんカロリー高くなってくるんですよ。でも大変になるんですよ。本当おっしゃる通りで、作画とかも超大変になってきて。で実際副島さんも別に担当の話数じゃなくてもいっぱい原画描いてますもんね。そうですね、原画というか現図というか、結局美術設定とかは 1,2 部から通して3部も前半やらせていただいたんですけど、あとは自分の担当話数とかでやったりとか、結局ワンショットしか出なかったりとか、2、3カットしか出ないようなところとかで特殊な表現、例えばちょっと3部ではないんですけど1部から2部に切り替わるところのメキシコの柱の男が眠っているところのこうメキシコの謎のピラミッドみたいなものとか、あそこしか出てこないんで、このカットのその背景がですね、ことをやってくれって渡されて線画描いて、で吉原さんに怒られるかなと思いながら、美術監督の吉原さんに怒られるかなと思いながらこう出している。怒られるかなこれはこういうことでみたいなクレーターみたいなところのちょっとこう落ちてるところにピラミッドがあって、でそこにこうマヤとかアステカがもうチャンクになってる。それにちょっと若干こう、エイリアンチックなというか、違う文明が入ってるような、ものがありますよというのを、そういう設定もないものを、直接背景で描くというのが何点か続いたんですよね。吉原さんはその辺は何ておっしゃってました？最初すごい怒られたところもあったんですけど、だんだんもうなんか諦めてと言ったらあれでしょうけど、ニコニコしながらやっていただけるようには。そこも見ますよまた。ありがとうございます。面白いなこれ。そうだ。でさっきちょっとね読み忘れてたメールあったんでこれ読みたいと思います。改めてスタンド名スピードワゴン。スタンドじゃねえだろ私が一部の頃から奇妙に感じていたこと、それはオープニングのクレジットの中に、ただ一人2回名前が表示される人がいるという事実です。副島康文つ、もしや彼は2人存在するのかってなことはないと思いますが、美術設定とビジュアルディレクター、響き的には同じような印象を受けますが、全然違うお仕事なんでしょうか。2回ということはやはりギャランティーも2倍？野暮なことを聞いちまいました。スピードワゴンはクールに去るぜ。
だそうです。はい。ギャラは、2倍だと嬉しいですけど、はい、まあそんなことはない。ないですね。はいまあ、美術設定正直ビジュアルディレクターっていう役職自体が無理やり作った名前っちゃ名前でして、まあ簡単に言うとさっきもちょっとお話したかもしれないですけど、作品に異質な血を入れるという点で言うと、本来アニメではあるんだけど、例えばの話こうファッションショーでやるような、そのデザインセンスを持ち込んでみたりとか、そうか。ミュージッククリップでやるような、その表現をやってみたりとか。そうなんですよ。すみません、ミュージッククリップっていうとはい、初めて知ったんですけど、Perfumeもうずいぶん昔ですけどね、はい、もうなんかお恥ずかしい10年ぐらい前の気がしますから、はい、関わられているということでですね。そうですね、はい、ポリリズム、はい、ポリリズムだ、はいはい、まあ、あの辺の、その頃は 3D のディレクターだったり、3D のまあ、デザインオペレーションをいっぱいやってたので、まあ、3D 演出という部分と、あと絵コンテの方を出していただいて、でその時ちょうどOOO の関君っていう、まあ、その Perfume の、PV をずっと撮ってる監督さんがいるんですけど、まあ、その人が買ってくれてて、まあ、よく仕事をしてたんですけど、今にして思えば、絵コンテを現場に持ち込んで、ノンチェックに近い状態で撮らせてもらったので、ありがたかったなと思ってますけどねいいのかなチェックしなくてって思いながら、なんか信用していただいたのか、はい、監督にじゃあ信用していただいて、このお仕事でも大体撮り終わったぐらいに、こんな無茶なカットをコンテで書いてきてってすごい怒られるんです。怒られてんじゃないですか。いやそうなんですけど結局この絵を撮るためにはスタジオの天井に登って上からカメラ持ち込んでやんないといけないじゃないかっていう怒られたんですけど、すみません、アニメの要領でやってしまいました、ごめんなさい。すごいいやでもそのPerfume のカシウカさんは、なんとジョジョファン。お伺いしてますね。がぜんもう今もうオラオラジオ聞いてる人はもう Perfume の PV をいやもう大昔の話なんで今は全然関わってない。いやでもまあだからそう考えるとやっぱり美術設定だったりビジュアルディレクターだっていうね、いろんな肩書きがあるのって、むしろその自然というか、まあ、なんか結局だから、実際は例えばビジュアルディレクターって例えばアートディレクターって言ったりとか、まあ、その割とコンセプトを考えたりとかっていう部分っていうのは本来監督であったりとか美術監督さんであったりとかが取り仕切る部分であって、そこをですね自分が横から口を挟んで、これやりたいあれやりたいって彼らのもともとやってるその匠の技の外から横やりを入れる感じになるので、まあ、なんかちょっと申し訳ない話が、多いは多いんですけど、はいまあ、それが自分の役目であれば、まあ、それに徹しようかなと、まあ、いうところで、まあ、基本的にはそういう無茶な血を入れていくっていうのがビジュアルディレクターの、まあ、ざっくりした話で言うと仕事で、その美術設定っていうのはもっと割とかっちりした話で、まあ、先ほどのタイガーバームガーデンもそうでしたけど、アニメーションの中で出てくる舞台の設定デザイン、を起こすっていうことですね。例えばタイガーバームだったり、まあ、空城亭だったり、まあ、空城亭は自分ではなくて、まあ、青木さんっていう手だれの、美法に所属してる本当そうなんですよ。もうどんどん出てきますよね、キャラクターが。本来であればもう本当に頭が上がらないすごい人なんですけど、もう今お仕事一緒にさせていただいて、その人がこう起こしてきてるという状態。ありとあらゆるスタッフさんがやっぱ結集してそれぞれがやりたいことを持ち寄って積み重ねてできてるっていうのがやっぱ改めてちょっと今日分かりました。すげえ。そう副島さん、副島さんにまだまだメールが来てるんですよ。これ読みたいと思います。3度目キルビル。小野さん、副島康美さん、はじめまして。あとジョジョ好きおじさんもはじめまして。はじめましてジョジョで特徴的なことの一つとして特徴的な効果音があると思うんです。アニメ化に際して一体どうやって表現するんだろうなと思っていたら、まさかの視覚に訴える形でびっくりです。以降他のアニメでも効果音を文字に起こす表現が多くなったような気がしないでもないです。あの表現にしようとした判断ってどのようにされたのでしょうか。判断そのものは、監督津田さんの方がやられたことなので、ただ、1、2部に比べると3部はかなり少なくなってるはずです。でもそうかもしれない。僕もなんとなくそんな感じがしてたけど、先ほどちょっと大森さんからもお話ありましたけど、結構ですねやっぱり1、2部はこうバンバン色を変えたりとか、バンバンこう叩き込むようにいろんなものを入れたっていう感じがあったんですけど、3部に関してはそれを受けてじゃあそれをどう使いこなしていこうかっていう感じになってるので、で考えた時に
にやっぱその決めたいところでなるだけ我慢して決めたいところだけで使うっていう風に絞ってる。なんかよりだからなんかこの音妙だぞ本当奇妙だぞと思うものが厳選されてバーンって出てる感じはしますね。でやっぱり岩波さんがすごいなと思ったのが、その例えばドーンっていう、文字エフェクトと呼んでたんですけど、が出てる時に全然違う音を当てたりするわけですよね。だからその文字が必ずしもその音と重なってるんじゃなくて、もう外して持ってるその書き文字というか文字エフェクトの意味をこう際立たせるというか、その辺もすごく面白かったなと思ったりします。そうですよね。びっくりしたでしょ。びっくりしました。大森さんも加担してるんですか、もしかして。やってくれって言いましたけどそうなんですね。僕一人じゃないんですけど、そうしませんかみたいな、最初なんかそうやってもいいんじゃないかなと僕思うんですけどって話した時に、僕もそれがいいと思いますって言ったのも速攻で返したのが津田さんだったんです。そうなんですね。いや僕はそれありだと思いますでもね考えてるんですよ。カチ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 って計算機がガーって回ってる感じあって、それはいいと思います。今聞いてて思いました。津田さんって本当にすごいよ。パーンってその振られた時にそれがありだと思いますって言うんですよ。確かに言うでしょ。言う今だからね、大森さんやったの似てたのでその時の顔ねちょっと凛々しいんですけど、本人に言ったことはないんですがじゃあこれでいや本当に熱い男ですね。演出考えてる時はねかっこいいですよ。かっこいいですよね。男になってるねその瞬間その監督が悩んで持ってる時間が作品のクオリティに影響してしまうので、即決できる人っていうのはもう結構もう必要条件というか、もうその場で判断して、もうまさにだから監督っていう名称のごとくですよね。そうですね。さっきねちらっとねエンペラーのメギャンのところを、見てたんですけど、メタルっぽくなってて質感が空が映ってるんですよ。これ実は撮影さんにお任せなんですよ。へー文字はその絵として起こして渡すんですけど、動かし方だったり、コンテだったり演出で言いますけどね、さらにもう何倍にも膨らまかしてくれるんですよね、撮影さんの方で。すごいこれ見事ですよ。なんで今回その朝日プロダクションさんにお願いしてやって、もう本当に手放したくないというとものみたいにあれなんですけど、本当になんかこうお仕事ずっとしたいなって思わせる魅力にあふれてる撮影陣で、これ比較論ではないんですけど、撮影監督さんとかで話するときにこんだけこだわってやりたいからちゃんと早く上げてくれって言ってくれる人って案外少ないんですよ。で朝日さんも確実にそういうふうにおっしゃっていただくので、俺らの思うそのものは込めたいからそのための時間をちゃんと作ってくれっていう話をしてくれるので、いい現場だわ。なかなかこうちょっと間に合わなくてご迷惑おかけしたりしておりますけどラジオ上で、すいませんでした。ちょっとしたエクスキューズも入ったところでですねこれ最後かな、もうメール、じゃあ言ってみたいと思います。スタンド名、やばいメールがイン。私は副島さんが手掛けた Walk Like an Egyptianのエンディング映像が大好きです。スタプラさんの手がパーンから始まり、時計の針が例の矢になったかと思えば、それがタロットカードの星に変化し、丈太郎さんがセクシーな手でキャッチする。私男なのかよお前私男だけどこの流れに一目惚れしましたっつ。この1分30秒間はキングクリムゾンのごとく過ぎ去ってしまい、何度見返しても全く飽きません。とても素敵なエンディングをありがとうございます。ありがとうございますしかし私には放送当時からこのエンディング映像についてどうしてもわからない疑問がありました。ですのでこの場を借りて質問しようと思います。なぜポルナレフだけがタロットカードを手に取らないのでしょうか。また最後に一行が歩いているエジプトの壁画めいた瞳にはどんな意味があるのでしょうか。その意図を教えていただけると嬉しいです。はいわかりました。おー、なるほどなるほど。取らないね。なんででしょうねいやあれなんですけど、あんまり理由はそんな難しいことじゃなくて、ポルナレフが出現する前の話数からですよね。確かエジプシャンが当然、でっていうのがちょっとあって、若干その
撮るのかまあ外というか、はい、まあそういう印象を出してるところも、まあそういった歌教員もそうなんですけど、はい、っていうところはちょっとありますけど、まあ全員受け取ってるんで最後変化つけたかったなっていう、まあそれくらいの、まああんまりそんなに深い意味はごめんなさいアクセントもでもありつつってことですね。最後の目はまああれです、ディオの目ですね。ディオの目、はいはみんながね去っていくそのシルエットが映ってるのが、これはディオの目、はい、あ、そう言われたらディオの目に見える、はい、肉肉しい。割とそのなんていうかこう本編だとなかなか出しづらいんですけど、ちょっとディオの持ってる割とバイセクシャルな雰囲気というか、っていうのがなかなか例えば本編で、まあ、ラストシーンとかで多少口紅入れたりとか、まあ、して雰囲気は出してますけど、まあ、その辺のちょっとこうアピールがしたかったなっていうのがありますね。怪しいんですよね。あと一つちょっとごめんなさい、エジプシャンじゃないんですけど、先ほどのトレインの方でちょっと言い忘れたことが一つあって、あれ背景書いてくださった方が滝礼樹さんとおっしゃって、実はですね荒木先生の2部をやられた時のアシスタントをやられた方なんです。実際にその、漫画描いてる時にそうですねやられてた方なんですね。なんでもう本当に割とその雰囲気が欲しいというか原作の雰囲気が欲しくて、で確かその前にちょっとエメマンかな、エメラルドマウンテンかなんかのビジュアルでちょっと、お仕事コラボしましたね。そうですね、はい、その時にお仕事して、まあ、すごくいい方で、こちらのこう無茶ぶりにもいろいろと答えていただいて、また無茶ぶりという言葉が出てるね、で結局すごくいろいろとこうそのやり取りさせてもらって背景を描いていただいたというのがありまして、エメマンの巻もあれよく見ると雲がやっぱジョジョの雲なんですよね。たなびいてる雲とかが、結構あれ描くのが現場でなかなか描けなくて、ですよね、なるほど。原作に携わってた方がアニメにも、うわそうですね。だっけ霊気ってひらがななんですね。あと鬼久保さんかな、鬼久保さん、参加していただきまして、うわ、エンディングこれもうご飯何杯でもいけちゃうわ、これ何回でも見れちゃうわ、これまあ繰り返し見れるようになればいいなと思って、お願いしたんですけど、立ち戻ってその、エジプシャンの方は、あれなんですよね、やっぱり本編の持ってるそのカラフルさとか、割とこうテクスチャーの面白さみたいなのを、その出したいっていうのがあって、その辺をこうふんだんに盛り込んでるっていうのと、ここはその若干趣味性なんですけど、手がパーンとやってその時計が出てきたり、このもろもろっていうのはやっぱトランジションっていう画面の切り替えにちょっと面白さが欲しいなっていうのがあって、で、まあ、若干要素としては下がってるんですけど、70年代かな、ソウルバスっていう、割とそのトランジションでこう面白くこう矢印が走ってきてわっと広がると違う景色が出てきたりとかありましたよね、そういうのって、そう昔なんだよな。ちょっとそういうその時代かかった感じというか、そのやっぱこの80年代とか90年代初頭の雰囲気みたいな、空気みたいなものっていうのが入れ込みたいなっていう感じはあったんですね。まさしくバングルズのそうですね、曲が、まあそうですし、そうですね、3部が始まった時にバンバン流行ってたんですよね、確か。そうですね、大体それぐらいの時期だったとは思うんですけどね。バングルズにどんな絵を合わせていくのかっていうのは分かんないじゃないですか。バングルズでいいですかってね、絵のことを考えてね。そうだよ、ワーナーさんじゃないですか、そういやこの曲にっていうのをいろいろ取り仕切っていたのは。最初はだから前の1、2部の時と一緒なんですけど、荒木さんに、イメージはどんなものですかみたいな、いくつかいただいて、その中の一つがオークライクエジプシャンだったんですよ。で最初はそれを聞いた時にオークライクエジプシャン、エジプト人のように歩くってちょっとまんまかなと思ったんですよ、正直言うと。なんでこの曲だったんですかって聞いたんですよ。荒木さんがどういうふうに選ばれたかちょっと教えてもらえますって主演者の方に聞いたら、イメージは3部のイメージは風、土、空気、土地の匂いなんだよね。旅かみたいな。でも旅だとそうかなみたいな。風が吹いて土があって、土の香りとか匂いがしてきてみたいな。でもそうだ、バングルズこの曲聴くとなんか旅感あるんですよね。確かにあるでしょ。すごくある。頭の中でそういう旅のなんかそのロードムービーみたいな映画でかかってそうなイメージが出たんですね。でその時に確かにこれかなと思って3週間ぐらいなんか悩んでたんですけど、最初。そっからこれに決定し、でそれでこれ使わせてくださいとお願いに行き、お願いに行った先で
分かりました頑張りますって言ってくれる協力者が現れ、それでじゃあこの曲に決まったんですけどじゃあエンディングでアニメーション作ってくださいって言われても大変だったろうなと思ってたんですよ実は。正直言うと正直それはですねでも作る立場からすると、そのエンディングのアニメーションを作る立場からすると、もうこれ曲で9割以上持ってってるかなっていうのがあって、そうなんですよ。もうだから曲を選んだ時点でもう割とそのコンセプトとかでもう大勝利してるというか、これが来るんだっていうところでも持ってくっていう部分においてすごいなっていうのがあって、でそこに絵を作る分には割と楽しんで作れるねって言われた。そうなのかそんなことないと思うんですか。いやだって普通アニメのエンディングで選ばれて採用してじゃっていうことないと思うんですよ、あんまないですよね。そうですね。だからそんなにコンテもこういうものに合わせて書くとかないし、やんないと思うんですよね。普段やんないことをさあどうぞやってくださいって言われたらやっぱ大変だと思うんですよ。もうでも俺たちにできないことやってのけるんですよ。そこにしびれるんです。まあでもこれちょっとねもう僕一個忘れたことで、これも聞きたいんですけど、オインゴボインゴの回はもう最初曲来た、いやあれが実は一番頼まれた時に困っちゃったというか、そうなんだ。なんか違うとこから弾飛んできたと思って、むしろあれ一番なんかキャホキャホ言いながら作ってるのかと思いきや一番なんか内情を話すとあんまりあれなんですけど、あれはちょっとこう原作のそのオインゴボインゴの物語の絵がやっぱりインパクトがあったものですから、なるだけその絵だけでいこうっていうところがあったんで、そのいわゆるそこから外れたものを作らないで、あるそのなんていうかこう素材の中でそのうまくアニメーションを作っていくっていうことを考えていくのがこうなかなかに難しかったっちゃ難しかったんですけど、でなんかこうフラッシュっぽいある種のこう味のあるチープさみたいな、今のフラッシュはだいぶいろんなことやってますけど、もう昔のですね10年ぐらい前のフラッシュの持つチープさみたいなものがありつつ、ちゃんとそれが狙いとしてやってる感が出るかなと。いやもうバッチリ出てますね。ありがとうございます。当然なんかそれを使ったって話してても、絵的には足してるわけじゃないですか。そうですね。それが足されてる感がないようにこう、総勢何人でやられたんでしたっけ？絵は1人2人ですね。2人ですね。そのうち1人がターさんっていう、またキャラ出てきたよ。新しいスタンド使い出てきたよ。ターフィーフォンさんっていうタイから日本に来てアニメーション作ってきてくれて、でもう本当に生真面目で。無茶を言ってもはいって言ってやってくださるので重宝してやっぱ無茶言ったんだ。無茶は基本はいでオインゴボインゴは自分の方である程度アニメーションも含めてやったんですが、素材は彼女が作って、ただその2本目はターさんの方が全部演出もやってもらって、根底は自分が出しましたけど、やってもらった感じになってますね。2人とか3人でやるってあんまりないでしょ。ないですね。それは本当無茶だぜ。でも無茶とか無理とかね関係ないからね。こういうのは逆に人数多いと難しいところがちょっとあって、全然本編と何の関係もないやつじゃないですか。でアニメーションの仕方も全然違うし、で本編はやっぱ積み重ねがあるから共有できるんですけど、これまず説明して理解して合わせるところから始まっていくと大変なんで、少人数でガッと作っちゃった方がこういうのは楽といえば楽。少人数で一気に作りましたとは聞いてました。ターさんありがとうと。そうですね。もう本当にいろいろ本編のいろんなデザインワークも彼女がたくさんやってくれてて、エンディング見るとねターさんの名前いっぱい出てるんですよ。毎話毎話っていうか、特に後半多くなってるよね。そうですね。仕事ができると思うとみんな仕事をお願いしてくる。現金ですけど僕も分かります。それはそうだと思います。ターさんにお願いしてもらっていいと思いますと思いましたもん編集見てると。いいですね。でもねもういろんな人が協力して作ってるっていうのがまた改めて知れたので、いやーもうこれ話が尽きないんですけれども、この時点で1時間を超えております。副島康文、破壊力 B、 スピード D、 射程距離 B、 持続力 A、 精密動作性 E、 成長性不明。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダーズオラオラシオエンディングです。
はい。ということで、副島さんの能力をですね、もう一度見返していきたいと思います。破壊力が B。そうですね、プラスに働く場合とマイナスに働く場合っていろいろあると思うんですが、はい、そうなんですね。まあ、こういろいろちょっとインパクトというか爆弾を落とすという役割のもとに仕事をしてますので、なるほど、破壊力がなかなかのもんだと。はい、それはこれはね、プラスの働くといいなといつもプラスのつもりでやってるんですけど、はい、まあ、なかなか、いや、もうプラスを重ねていくこと大事ですからね。はい。でスピードは D。まあ、結局大変なことを考えて、だいたい自分も、前と一緒に引っかぶるので、まあ、スピードは鈍るという。スピードはちょっと苦手ということで、そして射程距離が B。そうですね、こういろいろ雑食でやってるというか、やってるので、まあ、はい、まあ、なんかいろんなところにこう触手が伸びているというですね、ミュージッククリップやったりとかもしてますが、変わったところだとちょっと子供のお絵描き教室やったりとかですね、もうちょっとやったりとか、また新しい情報入ってきたぞ。すごい、A でいいんじゃないですか。はい、ちょっと最近怠けがちなんで。なるほどなるほど、そこも戒めも込めて B ということで、持続力が A。これすごい、超すごい。いやこれはもう持続力だけは会社にまあ寝泊まりが多くてですね、まあ、それはそれで怒られるんですけど、机の下で寝て起きて働くの繰り返しというか、あとはとんでもない持続力だそれ。あとはその、まあ、趣味の話なんですけど、縄文時代の土器とか土偶がとても好きで、遺跡周りに行って土器のかけら落ちてないかずっと探したりとかですね。してるんですか。日がな半日ぐらいとか探して回ったりとか、掘ると怒られるんですけど、落ちてるものは拾ってもらえる。そうですね、はい、割と怒られることが多いのか、副島さん。いやでも素敵な趣味ですね。いやすみません、なんかそんな話。そういうことが持続力がすごくねあるという。でもこれはもう素晴らしい、もう納得の絵です。ありがとうございます。はい、そしてでも片や精密動作性がいいということで、いやこれはですね、もう仕事の話であれなんですけど、チェックとかしてるときにあれが足りない、これが間違ってるっていうのがわーってやっぱ出てくるわけですね、リテイクで。それを見るとやっぱりなんかもっとちゃんと丁寧に見ないとなっていう反省がたくさんありまして、いいということで、背景とかその本当ここまで聞いてきた話をね総合すると、精密動作性いいってどういうことだ。大ナタは得意なんですけど、なるほど、破壊力が大きい体験みたいなもんですね。大振りはできるんですけど、なんかこう細やかなこう感じがなかなか、はい。そして最後がすごいです。成長性が不明っていうね。はい。いやこれがその例えば、まあ、いろんな仕事をやってきたとお伝えしたんですけど、例えばアニメーションの仕事をやると、そのミュージッククリップとかの仕事の方とリズムが取りづらくなったりとか、そのやっぱそれぞれの仕事でこう水があるので、なんかこっちをやってるうちに戻ったらこっちがなかなかうまくいかなくなったみたいなところで、成長してるのか旅してるだけなのかもちょっとよくわからないっていう感じは。他の場所に行って戻ってきたらまた自分がその気づかなかったこととかやってなかったこととかにまた気づいたりとかするっていうのもありますし、知らないうちに絵が変わってたりとか演出の仕方が変わってたりするのが分かるというか、だとすれば多分不明だけど決してマイナスじゃないですね。きっとプラスにだといいですね。されているでもこうポジティブな不明ということですね。ありがとうございます。はい、そんなわけで、もうオラオラジオもエンディングの時間になっているわけなんですけれども、いかがでしたでしょうか。それすいませんね、なんか現場なんであんま喋り慣れてなくてですね。いやもうなんだったら津田さんよりももうこうババッともう喋っていただきましたよ。いやもうなんかとりあえずアニメーターさんと作打ちをしてる気持ちにちゃんとなるようにこう、それだとなんか喋りがそれなりに伝えないとなという気持ちで言えるので。いやすごいですすごいです。でも津田さん来た時は津田さん緊張してたって言ってたんですよ。でなんですかね、大森さんと喋ってる時が、いや大森さんいらっしゃってもう本当助かりました、まさしく初めてね打ち合わせみたいな感じで。でもなんかこんな感じで打ち合わせをすることって、たまにあったりはするんですよ。副島さんと直接ってあんまりないんですけどね。今日はなんか僕もいろいろ話が聞けて楽しかったです。でも本当はもっといっぱい聞きたいことがね実はあるんですけど、それはもうこれ終わった後にでも。ですから大森さんまた来てくださいね。じゃあわかりました。じゃあ必ず来ます。その時は能力も聞くんで。俺のそんなわけで、話はつきませんがそろそろお時間でございます。お相手は空城城太郎役の小野大輔と、ワーナーの大森と演出の副島康文でした。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りいたしました。ありがとうございます。お疲れ様でした。
副島さんに聞こうと思ってたのは、はい、ダービー兄のはい後半のはいダービーが真っ白になってくるでしょ。あそこ副島さんですよね。なんでよくわからないです。あれなんであんなに燃え尽きてるんですか。いや結局あれ小宮さんが作家にやられた話数だったと思うんですけど、小宮さんってもう超絶に絵がうまいので、なんていうかやっぱり先ほどの話じゃないですけど、アクが欲しくなるんですよ。もううまい絵をうまくきれいに塗ってきれいにまとめるんだと伝わらない何かみたいなやつが欲しい時にこっちに来て、なんかお願いしますって来てで大変で、あれを深夜もうなってます、あの時期の深夜にやってて、風間君このカットだ、副島ですやったね。なんでそうしたのだ、欲しかったんです風間君もだから依頼も来てたんですね。ここやってくんないだったんですね、あれって。そうですね、あそこは来てましたね。ちょっといいよ、もう今の話もすごいいいですよ。これはちょっと言いたかったんだけど、もう挟めなかったんですよ。そうなんです、あれはもう全部その原画の枚数を少なくして全部一枚一枚絵として描いてみたんですね。じゃあ辛いんですよ、話数で辛いんですよ。トランプとかカードのバトルとかってむっちゃ辛いんですよ。いやもう本当おっしゃる通りで、その場からまず動かないんで、もうカメラのアングルにまず苦慮するし、手は一番難しいんですよね。そっか、手元のアップがさらにカードは間違いやすいんです。そうですね、だから楽な要素が一個もないんですよ楽できない。そう作る側としては本当に地味なものをガーッと積み重ねてミスをしないように作らないといけないっていう、もう本当に苦行のようなそしてやってもすごいと思われないんですよ。しかもこうオープンテラスになってて、周りが見えてるじゃないですか、でしかも周りに人がいるっていうのって、ちょっとこう中に入った話ではあるんですけど、最も演出上やっちゃいけないシチュエーションなんですよ。要はこう切り返すと人がいるじゃないですか、みんな座ってるじゃないですか。そうするとさっき座ってたデブの人がいなくなって細くなってるっていうわけにいかないじゃないですか。なんであれって実は自分の方で 3D でマップ作って、でどこに誰が座ってて ABCD って割り振りして、でそれを設定として起こして渡して間違わないようにってやって、でなおかつそれぞれあれなかなか丸テーブルで空間のパース取るの難しいんで、全部こう 3D の書き出しでレイアウト取ってアニメーターさんに書いてもらうみたいな、地味にそういう段取りがちょっとありまして、だからそれも頭の中で全部3次元で常に捉えれてるからできるんですよ。だからね、そういう意味で言うとね、ちょっと副島さんね、若干やっぱおかしいんですよ普通そこなかなかできないですよみんな普通は。そうなんですかね。あとあそこでほら人がいるのもなんかもう逃げるかって話もあったけど逃げなかったんですよ結局ね。そうですね、逃げてないですね。逃げようかって話もあったんですよ。もうだから忘れていなくさせるみたいなこともあったんだけど、逃げんのやめようってなったんですよ。また笠間くんカロリー高いこと言ったなみたいな。そうですね、どっちかですけど、あの人たちみんなね、グルですもんね。いやでも風間君がそれを言う前にもう中でどうしようって決めて、それがさっきの話だと思うんですよ、こうやろうああやろう逃げるかどうか、いややろうみたいな、それをやってもすごいって、そこの部分はあんまり気づかれないです、確実に。だから同じように役者のところでこう考えてやったんだみたいな話を逆に言ったら、みんなもっと聞きたいってパーソナリティが逆転してなるよ絶対に。いやなんか演じたはね、でもね読むたんびに思うんですけど、みんな覚えてないんですよね。その方法論もこういう気持ちだったっていうのは言えるけど、技術的にこうしたっていうのは割とみんなね考えてなかったって。なんかスイッチ入ってなんか降りてくるパターンが多いみたいですね。今回はもうジョジョに関してはそうですね、多いですね。いやそのスタイル作ったのは多分ね、興津さんと大川さんと小安さんと上田洋二さんと、もうこの人たちって一番の元凶は俺ね小安さんだと思うんだけどねあの人が一部の3話で炎なんか見せたりした日にはそんなことになったからそうなったんだと思うんだけど、そうですよ。いやでもなんか絵コンテとか書かせていただいてるじゃないですか、そうすると例えばある程度キャストさんが小野さんとかもそうですけど見えてる場合はこう演じてほしいなっていうのが伝わらないかなと思って一応書いてはいたりとかして、であるし小野坂さんとかも途中で聞いて、だったら
これはやってもらえないかなって思いは一応載せてなるほど書いては見てるつもりなんですけど、ヤングさんだから、はい、やるだろう、やってくれるだろうっつってでも演技の後で絵描いたりする時あるでしょ。あ、そうですあ、いや、そうなんですよ。逆にだからアフレコでもらって、あ、こんなしてくれたんだったらこうしようと思って、うわー、あるんだ、立ち込んでるんですよ。一応嬉しいそれ、一応その辺はこうキャッチボールでやりたいなっていうのがあって、すごっ。それこそね、そういう話を外にすることないでしょうから、なかなか。あ、そうですね。こういうところでやっぱもう爆発させてほしい。あもうやっぱスタッフさん呼ぶべきですね、これからもゲスト。エンディングの話良かったですよね。あ、そうですか。エンディングあれはもうでももう一回見ちゃうもんね。絶対見てますよ。でもなんか大森さんからいただいた新情報も俺的にはあったので、いろいろとどれその荒木さん周りとのやり取りとかは全然自分知らなかったので、まあね、いや、決まったことで進んでいくじゃないですか。で最初って悩んだんですよ。でずーっと聞き続けて、なんでかって聞いて、それを聞きながらずーっと聞いて、一周回って、あ、これでいこうと思ったんですよ。そこで自分が腑に落ちるまでで時間かかりましたよ。いや、1日2日で考えろって話でね。まあそこの判断もなかなかあれですよね。大きい判断を短時間でやるの本当大変だと。頑張ったねってことですよ。だから、そう思う。でも辛かった判断を託すと、大体託された人は大体もっと辛いことになるんですよ。分かった、やるって言ったら大体もっと辛いことになって、それで結構一人で泣いてたんですよね。あ、まあでも、みんな楽してないからいいんじゃないですか。役者もそうだし、なんか血ヘド吐きそうになりながら汗かいてやってるし、ものすごくあれですよね。俺は本当ね、本当いい意味で本当みんなバカばっかりだなと思って。台本にオラの数とかがちゃんと原作通りになってて、オラオラオラオになってたりとかするやつとかもあって、なんかこうまい息の取り合いが本当素晴らしいと思ってて、ちゃんとそのオラオラオラオのところもスタプラが確かパンチのポーズを入れ替えて殴るチェンジングのタイミングがあるんですよね。そこにこう当て込んでいる感じにしていただいたじゃん。